この簡単さは一体何と思うぐらいピタッとねカメラマンが求める画角に収めることができる、ただただ快適でしかない。市販モデルでは絶対に入っていないものがあって、はい、今日はですねメルセデス AMG の GT53 フォーマティックプラスのファイナルエディション試乗しております。自分で施工でこの効果、シラさん50。いやー最後ですか。なんか早い気もしますけどね、インターフェースとかを見るとそろそろなのかなっていう感じもしなくはないです。どんどんね最近のメルセデスはまた新しいフェーズに入ってますので、このファイナルエディションをとうとう迎えたのかなという感じがしますが、もう内外装と使い勝手の方がむしろ気になっている方が多いと思うので、ぜひねそちらご覧いただきたいんですが、なんと日本限定30台というねかなり狭き門でございます。今日は走りのね話もしていきたいんですけれども、この走りの面にも今まで設定されていなかったものが設定されたというのがこのファイナルエディションなので、もう最後の最後に大放出みたいなね、大サービスみたいな感じがしますので、かなりのお値段はしますけれども、お値段以上の価値があるのかなと思います。狙っていた人にはですねかなり熱いこういうパッケージを待ってたよという人には胸熱パッケージだと思いますのでね、ご説明をしていきたいですし、また改めてですねこの直6のエンジンの味とかもねお話ししていきたいなと思います。そうで、こちらのですね、53のファイナルエディションなので、4ドアになってますので後ろの席がございますね。5座座れるようにはなっているんですけれども、実際問題ですね、やっぱりねポルシェもパナメラ売りましたしね、こういった、スポーティーでありながら多人数が乗れるという車は、結構ねある一定層の需要がね必ずあるのかなというのを思わせます、ね。もちろんですねこの AMG のシリーズの頂点に君臨しているのが GT のクーペですよね。2座のものがありまして、これはですね本当に専用設計で超スーパースパルタンなスポーツモデルとして開発されたというバックグラウンドを持っておりますけれども、同じ AMG GT の中でも4ドアはですね後輪駆動モデルをベースに進化してきたという独自のね出自がありますので、また味が全然違うというところも面白いところかなと思います。特にですねこの53に関しましては、同じラインナップの4ドアの中には43もありますけれども、それよりも出力を高めたものとなっておりまして、4353ともにですね直6のガソリンエンジンと ISG、ね、マイルドハイブリッドの組み合わせとなっています。この53の方が出力が高くて、ゴージャスっていうねより高い車みたいな感じなんですけれども、43もしっかりとですね43なりの良さがあるんですが、やっぱり53に乗っちゃうとパワフルだなって思いますよね。すごくこの余裕の分がジェントルに振られているような感じがして、ここまで来るだけでもゆったりと非常に静かに乗れました。このねこの直6のエンジン本当に静かなんですよ。で静かかつ伸びる、そしてパワフルっていうようなですね AMG というよりはいいメルセデスのトップモデルみたいな感じもして、スポーティーとそれからラグジュアリーがですねどちらかというと普通に乗ってるとねコンフォートモードで乗ってるとラグジュアリーの方に振ってるのかなと思わせるようなそんな感じのチューンになっております。シリーズの頂点にはですね4リッターの V8 エンジンのね63もありますけれども、それとはまたもう全然味が違うよといったところも面白い部分でもあります。今ねちょっと前のトラックが詰まり始めたので、車線変更しましたけれども、この車線変更とか再加速の時にねスッと進み出すような非常にトルキーな盛り上がりというのがですね感じられるのがこの直6の本当にね直6の良さメルセデス・ベンツの直6エンジンは本当にどれもすごく素晴らしいですけれども、ね、かっちりとしたプラットフォームに乗っかると余計にこの良さっていうのがね、この振動のない良さっていうのがね、引き立つような感じもします。今回ですね乗らせていただいているのがファイナルエディションということなので繰り返し申し上げますけれども、たくさんですね、今まで設定されていなかったものとか、それから今までオプションだったものがもうこのファイナルエディションにもともと入っていたりとかしているので、
で、トータルで見るとお得なパッケージ、ね、みんなが欲しかったパッケージになっているかなというのが、大きなポイントなんですけれども、過去の動画でもずっと言い続けております通り、私メルセデスの AMG の一番の利点というか一番大好きなのは、実はリアアクスルステアリングの非常にナチュラルなところなんですよね。もうこれあるないで全然違うので、特に上級モデルになってくるともうこれがないともうこのメルセデスの上級の味にはならないと思ってるぐらいの装備なんですけれども、このリアアクスルステアリングがもちろん標準装備になっているというのもこのファイナルエディションの特徴でもありますし、またですねLSD がねこちらも標準装備になっているので、運転という意味でも最上級に君臨するモデルかなとも思います。いや、そもそも大前提ですね、左ハンドルです。で、普通の AMG GT よりも 500mm 全長が長いんですよね、4ドアなので。なのでパッと見た目に GT のクーペの方に比べるとちょっとはマシかなと思うんですけど、セダンっぽいので見た目がけど見た目やっぱりすごい圧があるじゃないですか。左ハンドルだし本当に乗れるのみたいな感じに思うかもしれないんですけれども、メルセデスの素晴らしさは本当にここにあって、一回乗ると車角をつかむのもハンドルの位置をつかむのも、だから車線のねどこを走ってるかっていうのをつかむのもですね、非常にイージーなんですよ。この簡単さは一体何と思うぐらいとっても運転がしやすいんです。まずここがこの GT モデルの中でも意外と街乗りカーとしても優秀なんじゃないかなと思うところなんですよね。だからパッと乗って、今日は、オンリーメルセデスというね雑誌に私結構ボリューム書かせていただいてるんですけれども、そのオンリーメルセデスの取材も兼ねてこの車を借りたので、ぜひですねオンリーメルセデス本当に紙が綺麗で写真が綺麗な雑誌なのでお手に取ってご覧いただきたいんですが、その雑誌の撮影に行くのに借りて撮り回したりもしてましたけれども、そう雑誌のですね撮影って同じところでこうね綺麗に写真を撮らないといけないので、結構こうぐるぐる撮り回したりしないといけないんですよね。でこういった時にやっぱり本当に撮り回しがしやすいのと、こう四隅のディメンションがつかみやすいので、こうピタッとねカメラマンが求めるその画角に収めることができるっていうのもすごいジャーナリストとして嬉しいポイントでもありますし、これは同時にですね街で乗ってて皆さんがコンビニに行ったりとかねスーパーに行ったりとかするのにこの車を使ってもいいよって思わせるところでもあると思うんですよね。だから意外なほどに取り回しがしやすいということと、この世代になるとですね ISG、マイルドハイブリッド化されておりますので、ここもまた本当にジェントルだなと思わせる部分にベクトルを持ってきてるんですよね。で何がかというと、やはりですねその初速のところであったりとか、このデュアルクラッチであるとか、そのハイパワーなね高回転型のエンジンと合わさった時にちょっと不得意であった超低速域とかをうまく足してくれるっていうところと、それからそのエンジンのこうムラっていうのをね綺麗にシームレスにしてくれるっていうところもありまして、この2つが非常に大きなメリットなんですよ。なのでその街乗りカーとしてさらにここもいいポイントになっているっていうところもあると思います。あともう圧倒的にもう静かで、あと燃費にも少し貢献しているのかなといったような感じです。今回はですね街乗りでちょっと港湾エリアの方を多く走ったので、余計にですね周りに商用車がすごく多い環境にいたので、余計にこの静粛性の利っていうのを感じました。やっぱりその静粛性とあと気密性のね利点っていうのを感じました。やっぱりね周りの音が入ってこないってこんなにねストレスがないんだっていうことをすごく感じましたし、また動力のねサウンドは少し踏み込んだりとかしたらボンと入ってくるので、この直力のサウンドは気持ちよく味わえて、さらにその外音のノイズを減らしてくれるっていうところはもうさすが高級車だなっていうところも感じます。だからここはですねその AMG の頂点のモデルというよりは割とその高級車としてのそのフラッグシップとしてのね意味っていうのをすごく強く感じたかもしれません。これは4ドアならではの味とも言えるかなとも思いますけどね。でも片ややっぱりこの加速の時のその鋭さであるとかエンジンがブンって回る感じとかはさすが AMG チューンとも思うわけですよ。その静けさとそのこうスポーティーの割とこう次元の高い融合がこの4ドアに関してはなされているかなと思います。でクーペの方はもうちょっとやんちゃな感じがするのでね、そこも性格をね分けているところかなとも思います。だから今みたいにちょっと信号でね
進み出す時とかは下手すると今すごいちょっとしか踏み込んでませんよ、一般道だから。だけどこれ多分不用意に踏み込むと本気でちょっとホイールスピンしちゃうんじゃないのみたいな強大なトルクがバンって生まれるところも、またここもこうちょっと表裏一体というかね、すごい不思議なんですよ。なんかあんまり踏ませる気にもならないくせに一旦踏んだらワクワクさせるっていう、もう何なんでしょうね、この子のその持ってる余裕というか、この子の持ってる懐っていうのがすごく面白い味付けをされてるなっていつも思うんですけれども、特にこの AMG GT の中でもフォードアクーペはまた独自のポジションにいるので、ここの層だけしかないファンがいそうっていうのもすごくわかります。その街で乗るとね、そのリアークスルステアリングがまた効くんですけれども、もうリアークスルステアリングってサーキット専用機能みたいな感じでもないんですよ、意外と。まあもちろんですね、サーキットで速く走るために今そのリアクスステアリングがなくてはいけないと言ってるレーサーもいるぐらい、メルセデス AMG のですね、このリアクスルステアリングって本当にナチュラルで本当に制御が素晴らしいんですよ。私もサーキット走る時とかもう本当に何度も助けてもらってるし、この車のおかげで試乗会をほどなく終えられてるっていう感じもするぐらいなんですけれども、これがですね、やっぱり高速駅では同位相、そして低速駅では逆位相に切れるっていうところがあって、一般道で走っててもですね、これだけの車体で、これだけの車格でね、今かなりのですね住宅街の中に入ってきましたけれども、こういうところで本当に少ない打角でクッて角曲がっていけるってただただ快適でしかない。本当にすごく運転してて楽さっていうのを感じるんですよね。なのでこれだけの車体の大きさを持っているこれだけね高価な車ですけれども、割とストレスフリーに運転できるっていうところもこの4ドア、そして AMG GT のメリットかなとも思ってます。サーキットで乗る楽しさっていうのも片や持ち合わせている。いやもちろんこれね4ドアなので2ドアのクーペ、もうガッチガチのね GT3 車両のクーペに比べたら全然それ別物ですよ。けどもうそんなのもうスーパー GT ドライバーとかでしか多分もう分かんない、そんなもんは私たちみたいなただの車愛好家からするともうねこの子でも本当に多分ねそこを知ることはもう絶対無理ですよ。それはやっぱりそもそものエンジンの良さっていうところもありますし、その二面性をね、何がすごいかってやっぱりサーキット専用でもなく、それからロード専用でもなく、すごいラグジュアリーでもなく、その3つをめちゃくちゃ高い次元で融合させているっていうのがこのAMG GT の53の4ドアかなとも思うんですよね。で63になってくるとまたもうちょっとスパルタンになってくるので話が別なんですけど、そう話がね63に及びましたからお話ししておきますけど、今日というかこの内外装と使い勝手編を公開した11月18日にはですね、実はAMG GT63SE パフォーマンスのファイナルエディションも同日で発表されているので、ここも気になる人はですねぜひチェックしてもらいたいんですけれども、そうだからいいパフォーマンスなのでね、そっちはそっちでまたもうとんでもない車なんですけれども、一般道で普通に乗るにはこの53のエンジンがめちゃくちゃいいんじゃないかなとも思うわけですよ。でサーキットも走れるけれども街乗りですごくバランスがいいのがこの53の6気筒エンジンですね。で直6のエンジンで、非常にスムーズに駆け上がるといったようなものなんですけれども、それに、今回ですね走行っていう意味では、先ほど言った普段はオプションになっているね、例えばリアアクセルステアリングであるとか、それから LSD であるとか、こういうものが標準装備になってるよっていうのがこのファイナルエディションの特徴でもあるんですけど、もう一つ市販モデルでは絶対に入っていないものがあって、それがこの21インチの単造のアルミホイールが入ってるんですね。でこれはオプション設定もなかったはずなんですよ。だから実質53で21インチの単造を履こうと思うとこれしかない。21インチの単造で、しかもミシュランパイロットスポーツ 4S 履いてますってなると、めちゃくちゃ足硬い感じをイメージするじゃないですか。ここがまた4ドアの良さだと思うんですよね。クーペになってくるとこれがまたもうちょっと本当にカチッとした感じになるので味がちょっと違うんですけれども、4ドアは本当にしなやかなんですよ。ここが
もしかしたらだから6気筒だからちょっとこのエンジンというかパワーユニットの軽さっていうのもあるのかもしれませんね。V8 エンジンになってくるともうちょっとこう接地感というかね、そのタイヤのグリップっていうのを感じるので、もう少し重く感じるかもしれないです。とにかく今日街乗りでずっと乗ってて全くストレスがないこの21インチの単造ホイールに感動しました。でもちろんですよ、もちろんじゃあそんなおとなしいだけかと、 AMG GT というねフラッグシップモデルでありながらただただそれをラグジュアリーに振ってるだけかと言ったらそれはそうじゃなくて、ちゃんと、このシートも伊達じゃないですよ。ちゃんとこれすごい、このシートすごいグリップなの。もう私の体がスポッと収まって、ちゃんとですねその AMG らしい走りっていうのももちろん楽しめます。で今回は本当街乗り仕様だったのでそれをほとんど試してはないんですけれども、街中でするとですよ、こんなに静かだったのにいきなりバイーンとこうね直録のエンジンが目覚めまして、さらに足がすんごい締まります。あとステアリングのね座りがすごい重くなるんですよね。でこれらの設定はぜひですねその AMG ですごいキャハーってなりながら乗ってるのをそちらをご期待いただきたいんですけれども、とにかく今日の市場ではですねコンフォート性能の素晴らしさっていうのをお伝えしたかった。なのでこのファイナルエディションを見た目の怖さで、ちょっとね、遠慮してる人はいやこのコンフォート性能は結構すごいよと、AMG っていう前にものすごいラグジュアリーな高級車ですよというところをお伝えしたかったという話でございます。とにかく30台しかないので、63の E パフォとそれからこの53が30台しかないので、ちょっと早めにですね唾をつけていただいて、この最後の世代をですね熟成極まったこの最後の世代を楽しんでいただけたらとも思います。本当に最近ですね個人的にこの AMG に対してはよりそのラグジュアリー味が深まっているというか極まっているような感じもしていて、スパルタンスポーツというよりはリッチな感じっていうのをねすごく強く押し出しているような感じもするんですよね。なので、こういったところの味がおそらく一般道の方では生えてくると思うので、コンフォートで乗るね AMG っていうところのこう魅力っていうところにもこうね、最近本当に磨きがかかってきたかなと思ってます。遠出したくなる AMG という意味ではこのフォードは本当にドンピシャの選択肢になってくるかなと思ってます。自分でできる簡単早くて効果抜群ダイヤモンドプラス、白さん50です。全然ツルツル。